皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島4フォアの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り、確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。C フォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周。表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周。3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にフロントの組み立てです。パート2にてスポークの張り替えと塗装をしてあったホイールをタイヤにはめ込むところからスタートです。ブレーキ類を組み立てフォークに取り付けていきます。片方のフォークにはアンダーブラケット、もう片方のフォークにはトップブラケットを取り付け、しっかりパーツ一つ一つの固定を意識しながら組み立てていきます。フロントフォークがしっかり接着できたら間からフェンダーを取り付けホイールを組み付けます。
ネジで固定していきますが、ホイールのセンターが歪んでしまわないようバランスを見ながら組み付けていきました。ヘッドライトステーを取り付けたらネジでフレームと合体です。その後ヘッドライトやテールなどのクリアパーツには4アーティストマーカーブラックで縁取り、組み立て、仕上げに備えておきます。しかしながらこのキットは本当に細かいところまで再現されているせいか、パーツ分割がたくさんあり、なおかつパーツ一つ一つが細かかったりするので、ピンセットで弾いてなくしてしまわないように気を配るのが大変でした。次に細かいパーツの仕上げです。まずはプラグを仕上げていきます。ビニールパイプを指定の長さでカットしたら、先端を爪楊枝で広げ、取り付けやすくした上で組み付けていきました。フレームにエンジンが乗った状態ですと非常に取り付けにくいので、ここは説明書通りではなくエンジンの組み立て時の方がいいかもしれません。フェンダーにはケーブルの固定部分を接着。こんな細かい部分まで再現されているんです。メーター類はデカールを貼り付けて組み立て、タンクにはフェールキャップを、ミラーも組み立てます。3D 出力したマフラーとシートは組み付けを行い、セミグロスブラックで塗装。シートは配給パーツのブラインドリベットを組み付け、バックルは 3D 出力したものに4アーティストマーカーシルバーを塗装。ベルトの代わりとして長谷川の艶消しフィニッシュを重ねました。遮明プレートはクリアレジンとブラックライトで保護しておきます。最後にいよいよ仕上げです。完成までに指などが触れる機会が多い部分のパーツ、例えばこの4フォアですとシリンダーヘッド、サイドのメッキパーツとか、リアのステーやリアテールなども、そういった部分は説明書の順番を無視して後で取り付けるようにしています。限りなく手が触れる機会が減った頃合いを見て取り付ける、そんなことを意識し組み立てています。フレームのボルト類などの塗装もそうです。エナメル塗料で塗装するので、指で何度も触れてしまうと塗装が剥げてしまいます。パイピングもそういった意味では順番を意識しています。ヘッドライトの後ろ側にパイプが集中することが多く、ライトを取り付けてからパイピングをすると取り付けにくい部分もありますので、しっかりヘッドライトの空間を空けつつパイピングをし、最後にヘッドライトを取り付けるようにしたり工夫をしています。3D 出力した吉村缶もジャストフィット。タンクを取り付けたらウィンカーやペダル類を取り付けます。最後に残ったデカールと以前自作しておいた吉村のロゴシールを貼り付け、シートを接着したら完成です。漫画ぶっこみのタクに登場する麻婆が乗る4フォアに憧れ、吉村缶とあんこ抜きシートを 3D で再現し、この青島のキットに落とし込んでみました。組み付け位置が合わず作り直した甲斐もあり、シートも吉村缶もジャストサイズ、我ながら上手にできた作品となりました。このキットは何度か箱を開け、中身を確認するたびに難しそうだなぁとそっと箱を閉じてきたキットですが、思い切って作ってみて本当に良かったです。12月に青島から販売される CB7 班の K0 もこの4フォアと同じようなパーツ構成だったので予習にぴったり。早く K0 も手に取り製作し、この4フォアと並べてみたいと強く思っています。それこそぶっこみのタクに登場するスオーくんが乗っているバイクですので、4フォアと並べたらそこには疾風伝説が起こるかもしれません。そんなアホな構想を描きつつ、今回はここまで。ゆっくりご覧になっていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。